来ましたね。来ましたよ。すごい迫力2人。ツルックメこんな感じになりました。めっちゃいいっすね。めっちゃいいですね。良い、なんかいつもと違ったフローとファッション好きになってます。スタイリング今回たくさんあると思うんですけど、アプローチが全部違くなかった。はい、こんにちは、シトレです。今日はですね、原宿に来ております。で、いつだったっけな、楽天ファッションウィークで我々はオリミを見ませんでしたか？はい。そしてオリミボーイズが可愛い可愛いみたいな話をしてませんでしたか？でね、そのオリミがですね、実は原宿にセレクトショップを持っていて、オリミがあってセレクトがあって、まあレディースが買えるものもぼちぼちあって、あとちょっと古着もあるっていうね、ジ・エレファントでございます。早速行ってみましょう。地下なんですね。地下なんですよ。なのでちょっとお気をつけくださいね。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介お願いします。オリミのデザイナーでこのジエレファントのお店のオーナーのオリミと申します。お願いします。健太君です。はい。ジエレファントのスタッフ兼オリミのアシスタントをしております吉田と吉田さん。吉田さん。ちなみに2人身長はそれぞれ何センチなんですか？僕で185です。健太君は？僕は181。ビジュアルで撮ってる。かもしれないですね。ビジュアルですか？かもしれないです。エレファントはビジュアル重視ですか？イケメンはイケメンを呼ぶということで早速なんです。スタイリングもあるってこと？今日ね、3台スタイリングあります。スタイリング。そう。もうちょっとあるか。もうちょっとあります。紫藤さんちょっと多め。何個？3個ぐらい。紫藤さん3個で、明智さん1個で、吉野くんも1個一応用意してるんですけど。尺が間に合えばじゃんじゃん行きましょう、はい、じゃんじゃん行きましょう。ちなみにこれが初期のエレファントで健太君が自分で作ってた時のやつなんですよ。これすごいね、私の周りでね結構取り合い多かったよ。これはだから貼り合わせてる、貼り合わせて一点物だったからね。あ、どっかでたまにポップアップしてたんだよね。したりそうですね。その時に取り合いでした。じゃあ早速見ていきますか。こっちも割と新作とAW のものが混ざってるような感じに。プロトタイプです。プロトタイプ、初めてです。どこのブランドなんですか？はい、スイス人のご夫婦のデュオみたいな感じで、もともとベトモンのチームにいた2人でちょっと若干変わってるみたいな。これです。あと基本的に僕の初期のあれにも通じてるんですけど、古着を使ってアップサイクルのブランド。なるほどなるほど。これもそうなの？あ、そうです。それも本当だ。ディーゼルって書いてある。ディーゼルをつなげているっていう、すごく僕も2つつなげたみたいな。でもね、一応ね、ここ2つあるんですよ。ないないないなるほど。前で1回完結させてもう1回つけました。でも2本使ってると思います。なるほどねこれとかもちょっと可愛いですよ。ギラギラっとして。ここはモワロラっていうブランドで、オワロラ、ロンドンベースにしてるブランド。初めてのブランドが多い、これもなんか不思議なスウェットなんですが、ベルトがちょっとついてますみたいな。これはどこの？モワロラと同じくロンドンベースのブランドで、ステファン・クックっていうブランド。ステファン・クックなんだ。結構このブランドは長くやらせてもらって、なんか普通なんだけどちょっと変みたいな。あ、ね、これはもうあなたがわかるんじゃないでしょうか。ペヒャー、ペヒャー。やっぱりわかった。やっぱりわかった。ペヒャーでわかった。テンション高いのいきます？ここら辺あたりとか。いいですね。この辺は春夏。そうです。ちょうど春夏の新作がいい時期ですね今。いい時期ですよ。とか、私個人的にこういうの好きですけどね。普通な綺麗なジャケットなんだけどジャージャーしてんでね、ちょろっとジャージャー。これ取れば薄み革。薄み革。ちょっと薄くなりません？薄み革。黄緑ぐらいになる。黄緑くらいになる感じ。あ、盟友が。そうです。盟友がいるぞ。そうですね。盟友がいるぞ。圭介吉田君もお店立ち上げてすぐぐらいから取り扱ってるんで、もう長いお付き合いというか。すごい仲いいイメージがあります。これどうなってるの？それは中に入れるんですよね、人が。入れる。入れる。ここから肩を出してジャケット側は垂れ下げたままに。ここに体が入りますって意味？2ウェイみたいな感じで、逆に普通に裏地にしてこっちの肩に入れてこうも切れます。ああ、なるほど。ちょっとこれすごく長い？そうですね。あ、また2つ。
基本的にはこのスウェット側に足を通すってことだと思うんですけど、うんうんトラウザーがまあドッキングされてるような仕組みになってなんかくっついてるシリーズさっき多くないですか？多いですね。今一番人気のブランドとかだったらどれになるの？ありがたいことに自分が作ってるものがうんうん一番お客さんに手に取ってもらうことは多いです。まあそれめがけてくるか。パンツでなんかパタンってなったやつのパンツ、あれめっちゃ人気。そうなんですよ。あれがシグニチャーみたいになってきてて、だって私撮った時同じ服着てきて2人くらい2人3人くらいあれあなたもみたいな。完売しちゃって入荷してなくって、うんもうちょっとで再入荷なんですけど、じゃあ折り見ます。俺見ますか？それとかちょっと面白いよ。襟のような。ショーを見た時のやつ。もうちょうどそのちょうどあれですよね。はい。あの時のやつ？あの時のやつだ。ああ。そうですそスカートこれ。そうです。スカあこれート可愛くないと可愛くないですか？ちょっと吉野君も説明してみる？お願いします。先生お願いします。はい勉強中。これはどういう特徴があるんでしょこれ実はパンツの普通のスラックスのパンツのパターンを使って、はいその縫い目を変えるだけでスカートにしてるっていう。だから実はう？あ普通のスラックスのパターンと一緒あ、こういうことってことですよね。こういうことってことですよねそうで。す。うわーこれの縫い目を変えるっていう。こう90度クッてしたらこうなった。へえ、面白い。実は嫌ですね。あ、ワイヤー入ったほら。ほら。すごいですね。ワイヤー入ってます。おお。こう元ある服の境界がちょっとずれたりみたいな、そういうメイクの精神みたいなのが出てるな。これは？アシンメトリーになっていたり、ショーでも登場したアイテムなんですけど、うん。ちょっとタスキがついてたり、タスキ？ここにタスキがついてるんですよ。ああ、本当だ。日本のタスキみたいな。そうですね。うんうんうん。ここでジップがついてる。おめちゃめちゃかお。っこいいアイテムなんですよ、実は。へえ。言われないとわかんないね。変形かなかやなかやったけど。テーラードと、うんそううわあ、本当や。あ、こういうのこっからこっちがテーラードでってことか。すげえ。ショーでうんうん。一番最初飾った結構特徴的な。ファーストルックだったんですか。おお、そうちょっと見てみよう。見返しましょう。映像も撮ってるからね。あるね。うんデニムの新しいシリーズ。ビッグビッグデニムっていう新しい。ここ何ビッグビッグデニム。ビッグビッグデニム。ビッグなんですよ。ここまでいける。ここまでいけます。逆に溜めて履いても大丈夫ですし、このボタンをここにするとウエストがあ刺繍通りになる。あ、これくらいラップのような。めちゃくこちゃ。ういうことですよね。そうです。で、こめちゃくちゃ面白いっちもできると。はい。オリミスタイルあるんですか？僕が着用したいんです。あ、見たい。じゃあお願いしますか。お願いしますよね。早速だから。じゃあレイさん折り身があるらしい。あるらしいですよじゃあ行きましょうレイさん。来ますか？はいはい。はい。来ましたね。来ましたよ。すごい迫力2人。自分ではあまり着ない感じのシリーズだからめちゃめちゃ新鮮なのと、そうですね。この言ってる意味が分かりました。この針金を入れることによってめっちゃ美しいドレブレってなる。この部分ですそね。の部分に。で上がこう平らというか。そう、こうなってこうみたいな。川の流れのようになってますよ。で、ジャケットなんですけども、襟が2つ。そうですね。レイヤードになっています。襟2つ、なんかレイヤードしてる風に見えるはいやつですね。で、フィッターもショーでやってたということで全部着付けしてもらったんですけど、後ろはギュッと締まるらしいおです。お、なるほど。で、結構広がった見え方をする。こういう感じですね。で、さっきの噂のパンツ、スカートかがこうウエストこう。そう、ここ最初私スラックス横から見たみたいな。ここが多分こうやったら多分メンズかパンツに見えるのかなっていう感じですね。シャックっぽくなってるわけですね。本当にチャックついてるんですけど。そうなの。はいそう。でここから脱ぎ着するから私自分で言うのもなんだけど洋服たくさん着てる方だと思うんですけどマジで着方わかんなかった。めちゃめちゃ。さっき見たのと違くないみたいな感じでした。うん面白い。で、吉野さんすごいですけど。なかなかな感じになってますけれども。お伝えしてたパンツとこういったここ前にここにたまりができるんだちょっとたまね。りができますね。で、ここをちょっとタックっぽく立体感が出るんで、うんうんうん結構全体的にボリューミーな感じで、ああ、なるほどなるほど。ちょっと遊び心でちょっとこっちは入れて、こっちは出して。
半分イン半分アウトですよ。うわ靴もなかなかどうしパンパンのセレクトしてる ER のパンツみたいな。ジャケットすごくないですか？なんかどうしたんここ。すごい。うん。ロープだけに肩パッドでかなりあ、しっかり入ってるね。入ってます。あ、こう世代かもしれないですけど、吉川晃司を思い出してしまいあました。あ、確かに。モニカ的なモニカ的な、うん。確かに。中はワイヤーシャツ。あ、またこれも。こちらも立体感が出せる。おー動く。うん。こういう風にカチッと回せられるし、デニムだからすごくカジュアル見せもできる。多分いろんな着方できそうだね。で、こっちのラックがはい、ERL っていうブランドで LA の、に住んでいるデザイナーで、そのベニスビーチの周辺のサーファーのカルチャーだったりとか、スケーターのカルチャーをもうそのままパッケージにしたようなブランドです。そのままこの人たちがいそうだなみたいな感じ。もうそうですね。その景色が見えてくるようなブランドですね。ちょっとギミック効いてんだね。普通のネイルシャツかと思いきや30度くらいピッてずれてるみたいな、ピッてなってる感じ。ちなみにこの ER はあなたスタイリングあるらしいですよ。お、おーいけるかな。いけるかな、は西海岸になれるかな。いや、色味的にはちゃんと西海岸ですよ。色黒いから。色黒いから。うん。肌的には。日焼けはしてるから、はいお願いします。はい。あなた新鮮よ。すっごい引きで見てる分にはなんか普通だなって思うんだけど、寄れば寄るほどこの人違うなっていう感じ。まず上のトップスが生チェコです。生チェコ、はい。これは重ね着してるわけじゃないのよね。取り外しができるよっていう、はい本当や本当や。で重ね着してる風に見えて、で中のネルシャツが ERL。先ほどのこの緑拾ってるからなんかまとまりがあって、そしてあなた下ですよ。下は緑川さんです。ちょっとよく見れば緑川ですよあなた。いいっすよね。これくらいのがいい。大人の緑川はこれくらいのこそり川がいいと思います。こそり川。こっそりか。こっそりってこっそり。で、靴が吉野くんが着てたのと同じやれるちょっとデカめな感じになってますね。良い。なんかいつもと違った高青年でもなく、雰囲気イケメンでもなく、黒とファッション好きになってます。はい、じゃあ奥のブースもあるんですけれども、こちらにもまだ結構ね、うなぎの寝床的な感じで結構横が奥に長い感じですね。また我々のよく見る TS、もう言わなくてもわかるね。からの生チェコ。綺麗。私タイトスカートが欲しいのかも。それ使います。お、生チェコですね。生チェコですね。レザーの。じゃあ早速お願いしますか。はい、ツルックメこんな感じになりました。めっちゃいいですね。めっちゃいいですね。今ちょうどやりたい格好でした。宿女的なものは以前ブームなんですけど、なんだけど素材替えでこうも変わりますかと。上が何でしたっけ？シャツが TSTS です。でこれ一応付け襟になるんですけども、見てボタンなの。すごいですね。ねえ、これは？それはステファン・クックっていうイギリスのブランドです。だってボタン自体はよくありふれたものじゃないですか。どこにでもある資材だけどこうきたかと。同じくバッグも、襟と一緒でステファンク。レザーのスカートが生チェコ。生チェコで、靴がオリミです。黒の下に黄色が潜んでるレザーを使っていてかすれていく。で黄色がどんどんちょっと上に出てくるみたいな。一個ポイント言ってみますか。思ったこと。お願いします。黄色が出てて、ここもなんかちょっと黄色っぽい加工なので、ここも黄色を拾ってるっていうことじゃないでしょうか。ですね。合ってますでしょうか。合ってますよ。合ってますよ。大丈夫だよ。成長しますでしょうか。私は好きなのがその宿女ブームは結構トレンドにあるんだけども、素材でずらしてるところだからトレンドを知りつつも自分なりのアレンジを加えているところが私はすごく好きです。そしてシャツが TS ってところもポイント高くないですか？ TS なんだけど TS を超えてませんか？デザイナーのクリエーションをリスペクトしつつそれを超えられるスタイリングがすごい好きなんですよ。好きです。好きです告白してますけども。素晴らしいよ。ねえ、ここら辺は何ですか？
その辺りのラックはアントワープにまつわるブランドを割と集めていて、あ、本当だ、ウォルターとか。ウォルターだったり、マリナイーっていう彼女もアントワープ6の一人。これとか。はい。あれマイナイーって最近なくなったんだっけ？そうなんです。そうだよね。はい。マイナイー。アントワープ6の中でも一番こう、玄人好みするアントワープ6っていうんですかね。なところです。そう、ウォルターシリーズで言えばほら。これウォルターの私の中でも名作です。なんなんですか？これは時計かな。そうですね。時計、フェイク時計みたいな。そう、一応時計なんですけど。腕に巻くアクセサリー。そうそう。バケラとかもあるよ。それスタイリングで。おほー。確かに見たかったですね、バケラね。ねえ。じゃあこれでスタイリングをお願いしたいと思います。はい、完成しました。こんな感じです。なんかこう、なんだろう、トップスを変えるだけでこんだけ雰囲気あるのすごくない？ですね。さっきのバケラがシャツ。バケラのシャツですね。で、これバケラのシャツ、ちょっとパッと見はすごくおちゃらけて見えるというか、面白く見えるけど、シャツだけで見るとものすごいいい作りしてるんですよ。すっごい綺麗なシャツの作りしてますよね。素材もカチッとしてなんかいい素材だし、だからちゃんとしてるからこそ遊べるんだなって。これでなんかチャラッとしたシャツでチャラッとしたプリントだとここまで来てないなって思いました。ジャケット？ウォルターですね。長いウォルターですね。同じくウォルターでちょっとつけさせてもらったんですけどもさっきのやつ。皆さん薄めで私のことを見てください。いい時計つけてる人見えませんか10メートルくらい離れてもらうと私はすごく実家が太い人みたいに見えるんじゃないかなと思います。ラックはインナーラームっていうバッグブランドと純也渡辺のコラボの大阪店のみで純也渡辺の取り扱いが開始していて、ちょうどデリバリーがついたのでスタイリング入れさせてもらいました。はい、そしてバケラがまた全然違うバケラがあるらしいということでスタイリングでらしい。何を使うんでしょう？こちらのスカート、ダマシエのスカートですね。ダマシエのスカート。スタイリングを。ほう。はい。スカートにスカートついてんだ。みたいなことですね。これスカートドレープスカートですよってことですね。じゃあこれでまた違うバケラを着てみたいと思います。完成しました。また全然違うバケラだと思うんですけども、まずスカートですね。これがすごくスウェットの生地のスカート、プリントしているスカートがどちらかというとこうシルクとかシャラシャラっとした感じのドレススカートのプリントなんですよ。だからそのコントラストとで、トップスが何でしょうか？これは何でしょうか？大阪店のみでの取り扱いになるんですが、純也渡辺のアイテムになります。また巻いてるのはですね、これは僕のブランドのオリミのオリミですね。マフラーにもなるし、ちょっと勢いをつけたいときはこんな感じでパンクロッカーにもなれますと。横向いてください。モヒカンみたいな。モヒカンに見える？かぶってる方がより良いかもしれないスタイリング。こんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。靴はエゴンラボっていうブランドでヨーロッパのブランドなんですけど、そのシューズラインうちは取り扱わせてもらっていて、このモコモコ好きですね。でもこれだけにとどまらないんですよ。今回は健太君的に小物で遊ぶシーズンらしくて、それはバケラとコラボしている、ディヘラっていう小物のブランドです。5セントでまだあるんですよ。こちら一応これはバッグです。これもディヘラっていうブランドのもので、お花が入れて、一応ここに開けれるから何入るかな。新聞？そこ丸めてもらうとかね。すごいね。また本当にさ、スタイリング今回たくさんあると思うんですけど、アプローチが全部違うくなかった。すごい。2回行きましょう。行きましょう。古着があるそうなんで。はい。で2回というか1回かに戻ってきたんですけど、ここは何でしょう？はい。ここは僕がお店をオープンした時の移転前のエレファントをなるべく再現した古着のスペースになっていて、一点物の古着を楽しめます。懐かしい。本当にアパートみたいな感じの一室でやってて、本当こんな感じ。ラングとかある。ラングとかある。すごい騙し絵みたいなやつ。そうですね。面白い。で、ベルトしてます風な。グリフィンハートグリフィンという、昔の過剰なストリート系のブランド、デザインがすごく尖ってるというか。尖っている。あれや。
わかんない。多分ブランドは特にないんじゃないかなと思うんですけど。なんですかこれ。あれば。今ちょっと私肩がこうボコってなってるのはジュニア着てるだけなんであんま細かいことは気にしなくて平気です。可愛いですね。可愛い。楽しい楽しい。でも明智くんがそろそろ終われよっていうプレッシャーを出しておりますので。わかるですか？なんとなく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。面白かった。いや、めちゃめちゃ充実しておりました。あけぴさん的にはたくさんスタイリングしましたが、今回どれが良かった？僕のスタイリングもすごく良かったね。ちょうどよく新しい発見ができたというか。自分にない引き出しが。あとはレイさんの TSTS とレザーのパンツ合わせてた。スカートね。あれも良かったね。あれも好き。はい、いろいろ見させてもらいましたけど、皆さんどのスタイリングが気になったでしょうか。もしくはどのブランドが気になったか、ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと2月何かお知らせがあるのでしょうか。2月はオリミも含めいろんなセレクトしているブランドが立ち上がるシーズンなので、ちょうどうちにいらっしゃるにはいいタイミングかと思いますので、ぜひ。ほかほかですね、温まってるタイミングなのでぜひ見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。皆さんバイバイしないやつ新しいバージョン。